接終わりました。めっちゃ疲れたけど、なんか面接に慣れてきた感がすごい。面接の中で最終面接ぜひ来てくださいっていう風に言っていただけてすごい嬉しかったし、なんか面接に対して苦手意識みたいなのがなくなってきて、逆に準備すれば結構得意かもって思えるようになりました。お疲れ自分。今実家に帰ってきて、ちょっとうちの洗濯物してるんですけど、面接を終えて、次は時間勤務だったんですけど、現職のお仕事があるので、それを今からしていきます。その前にアイス。やっぱりなんか人とラフな会話するときは大丈夫なんですけど、かしこまってお話しするときとか、こう偉い人、役職が上の人に見られながら喋るっていうときとか、自分の想定していた質問と違うことが来たりすると、なんか結構出っ張っちゃってめっちゃ汗かくんですよね。それが対面だとバレそうで怖い。でも今日はもうその場ですごく評価してもらって、最終面接もぜひ来てくださいっていう風に言ってくださったのでよかったんですけど、ちょっとコンサルタントっていう肩書きと私の職務履歴書的にこう期待値が結構上がっちゃってる感じがしてて、自分が本当にできる範囲を超えた業務を任されそうだなっていう風に感じてるのと、結構、同じ環境で働く人ともお話しさせていただいたんですけど、なんかしんどそうだなって個人的に思うところが多くて、やっぱりこう業務負荷があんまり高くないところに就職したいっていう思いもあるので、今の現職上ちょっと辛いところがあったりっていうのがあって、なので結構その辺が不安かなと思ってます。じゃあ仕事します。I have this thought in my head. What if I never have get the chance to do the things I said? Oh, tell me what if I never get to hold it, the moment in the way that I want to, and it's hard to show it when all I have could disappear in the night. It feels like I'm running on a treadmill, running round in circles. What the hell am I even doing this for? I get so hard to ignore. What can I do? And now I'm lost in my head. Sometimes my thoughts think too far ahead. It robs the joy I thought I had. Sometimes my thoughts. お
You might wake up one day having fought the things you don't need. するっていうことを会社に連絡したんですけど、急遽退職面談が開かれることになったので、なんか周りのもう辞めちゃった同期とかに聞いてみたら、退職面談なんかなかったっていう風に言ってたんですけど、なぜか私は面談をしなければならないということになり、普段全然話してないような部のトップの方、ちょっとお偉いさんとお話しすることになりました。何を言われるのかすごい不安ですけど、素直に対立しないようにお話ししようと思います。お疲れ様です。いえいえ。はい。はい。わかりました。転職活動も落ち着いてきたので、今日はずっと勉強したいなと思い続けてなかなかしてこなかった韓国語の勉強をしていきたいと思います。メルカリで買いました。ドーナツ食べます。自由ノートってやつを最近は使ってます。これで新規のノートで表紙とかテンプレートとか選べるんですけど、これ全部無料で使えるのでめっちゃいいなと思って、これで韓国語の勉強しようかなと思います。ちょっと可愛く天井にしてみようか。表紙これとか可愛い。シンプルにこれにします。なんかこういうカートゥーンってなんだろう。すごいめっちゃ可愛い。表紙可愛いやつ選べるんですね。ファンソングにもなっているハイウェイの歌詞をちょっと勉強してみようかなと思います。まだまだ途中なんですけど、こんな感じでノートを本当に自由に書けるので、好きにちょっと単語の練習で書いてみたり、 iPad ウィンドウを分割できるので、左に歌詞を調べて右側にノートを置いて書き写してみたいなこともできるので、結構便利で愛用してます。